おはようございます。また中国東方航空利用で日本へ帰ります。だって安いんです。ロンドン東京が燃油サーチャージ込みで10万円弱。去年の11月に帰った時は8万円もしませんでした。あまりにも安いので中国東方航空大丈夫かなと、買うか買わないか悩んでる方も多いんじゃないかと思いますので、約半年で2回利用しましたので、中国東方航空他の航空会社と比較していいところ悪いところをまとめていました。買うか買わないか悩んでる方、最後までご覧いただいて参考にしてみてください。今回は行きも帰りもガトイック空港ですが、ブランド品はないとはいえ中のお店は結構充実してます。11月に飛んだ時は行きはガトイック発の羽田着、帰りは羽田発のヒースロー着でした。今回のフライトはガトイック成田の往復となります。もし選べるんでしたらロンドン発着はヒースロー空港の方が何かと便利だと思います。前回は行きにビザフリートランジットを利用して昼間の上海を観光、今回は帰りにビザフリートランジットを利用して上海の夜景を楽しむ予定です。チケットの購入は安い代理店を利用しました。両方違う代理店なんですが、去年の11月はオンラインチェックインはできなくても席だけ予約できたんですが、今回の代理店は両方を代行することによってお金を稼ごうという会社だったので、いいチケット番号とかくれなかったんですが、搭乗24時間前になって直接中国東方航空へ電話していいチケット番号をもらったらオンラインチェックインすることができました。中国東方航空のウェブサイトを見る限り直接購入するとオンラインチェックインは可能なようです。ロンドンガトイック空港です。中国東方航空利用で日本帰ります。中国の航空会社搭乗の際はグループ分けされてません。ということで搭乗が始まるといつも長蛇の列です。手荷物の多い方は早めに並びましょう。エンターテインメントシステムは中国の映画などが中心でハリウッド系ほとんどありませんから、自分でダウンロードしていた方がいいかもしれません。上海プードン空港までは10時間ちょっと、ロシア上空を飛ぶので早いです。現在日本までの直行便でも14、15時間かかりますので、乗り継ぎさえ良ければあんまり変わらないということになります。モニターが歪んでたんで戻したんですが、さすがに離陸の時は地震みたいに揺れるのでまた元通りずれ落ちてきました。元に戻しました。モニターの飛行機は逆向きなんですが、これはイギリスは西風が多いので通常西に向かって離陸するので飛行機が逆向きになっているだけです。機内食はたまに見た目が目に寂しいところがあるんですが、味は全然悪くないです。さすが中国って感じです。ただ残念なのはアルコールがビールしかありません。1月に深セン航空を利用した際はワインもありました。あと面白いのが中国の航空会社パンが一番最後に食べ終わった頃に出てきます。バイカル湖を過ぎてそろそろ北京に近づいてきたかなという頃に2度目の機内サービスです。こちらはちょっと見た目はいまいち、でも味は全然悪くないです。そしてパンははい食べ終わったら出てきました。JAL だったらちょうどアイスクリームが出てくるタイミングです。着陸が近づいてくると中国の航空会社バトンガールが登場してきます。バトンを使って荷物の棚のチェックです。チェックインの際にもらった乗り継ぎシール、これつけてると時間が厳しい時に優遇してくれます。トランスファー入国の際を追っていくと外国人は指紋接種の端末の方へ誘導されるんですが、トランスファーの際もビザフリートランジットで入国の際も基本必要ありません。20分にランドして35分に降りて、今セキュリティ全部抜けました。これ東京時間なんで今6時15分です。まだ時間が早いっていうのもありますが、お店閉まってますね。
プードン空港ターミナル1、とにかく真横一直線に長いです。去年の11月来た時はほとんどお店レストランがコロナ明けって感じでやってなかったです。どうなんですかね。今日朝早いんでどれぐらい空いてるか分かんないと思います。免税店、ここはまだ開いてないというだけみたいです。この辺りは去年の11月と変わりなし、店舗がまだ入ってないです。ターミナル内に Wi-Fi キオスクがあり、その端末でパスワードとかもらえるんですが、今回全然つながりませんでした。何かもう間もなく成田に飛びます。まだまだお店も閉まってます。朝早いんで微妙ですけど、まだまだコロナから復活してない感じですね。はい、じゃあ日本帰ります。上海羽田の平均飛行時間は2時間44分だそうです。ということで機内食は1回、前回追い風で2時間半ほどで羽田に到着しました。 Ladies and gentlemen, welcome to Narita International Airport. ロンドン上海のフライト時間が10時間21分、上海成田が3時間ぐらいでしたから、今回場合によっては直行便よりも飛行時間は実際こっちの方が短いかもしれませんね。上海で休憩できる分、こっちの方が楽かもしれません。ポケモンのお迎えでございます。今回このまま宮崎へ飛びたかったんですが、さすが成田は乗り継ぎが悪く東京に1泊します。いつものミルクティーとサンドイッチ、夕食は1人だったので吉野家で軽く済ませました。中国東方航空から直接チケットを買ってない限り、席の事前予約、オンラインチェックインはできないと思った方がいいと思います。というわけでチェックインの際に随分並ばされることもありますが、スピードとコスパは最高。まさに航空業界の吉野家と言えるかもしれません。中国東方航空はオンラインチェックインができないのでチェックインに並びます。今回は大した列じゃなかったんですが、前回羽田から飛んだ時は1時間以上並びました。今日のフライトは上海行き1時発です。今11時5分過ぎなんで、アクセス特急が着いたのが10時29分、30分ちょっとでチェックインなんとか終えました。空港は比較的空いてて出国はすぐ済みました。成田は買い物するところと食べるところがほぼターミナルビル中央に集中しているので分かりやすいですね。では軽いブランチをなんかいただきます。成田サービスいいですね。サテライトになっている81番から99番、ここに移動するとなんと吉野家があります。やはり空港の中はフードコートみたいなところでも結構いい値段取られます。そしてこの離れたところに吉野家あるんですが、ここも結構いい値段取るんですが、牛丼だけは安いんです。並で600円。今回は到着日も帰国日も吉野家にお世話になりました。45分遅れるそうです。よく遅れるってネットで読んだんですが、結局搭乗が始まったのが2時過ぎ、ここまで遅れるのは初めてです。乗り継ぎの場合はハラハラしますが、そこで威力を発揮するのがチェックインの際にもらう乗り継ぎシール。前回上海で乗り継いだ際は我々時間が十分あったんですが、シールをつけてたら優先レーン利用ですごい勢いで誘導させられました。今回はビザフリートランジットを使って上海の夜景を見に行く予定なので余裕です。前回羽田上海のフライトは機内エンターテインメントシステムがあったんですが、成田上海便は行きも帰りもありませんでした。羽田から上海までの飛行時間が3時間30分、近い割にはやけに行きと帰りの飛行時間の差が大きいです。見た目もお味も全然悪くありません。ビーフヌードルっていうかうどん、美味しかったです。プードン空港ターミナル1に到着です。今回は行きも帰りもサテライトじゃなかったのでシャトルに乗る必要はありません。
前回は行きも帰りもサテライトに到着でした。シャトル移動の場合は余計に15分ぐらいかかると思ってもらえればいいと思います。さて、ビザフリートランジット入国できるかな。飛行機は1時間半遅れなんですが、夜景を見るのにはちょうどいいかもしれません。夢での予定は今日の日には6時40分。うわ、空いてますね今日。サテライトに到着した場合はシャトルを使ってこの真下に到着します。乗ってる時間自体は3分ぐらいでしょうか。ノーハッ乗り継ぎの場合はトランスファーを追って左手、そして外国人と団体旅行、ビザフリートランジットで入国したい人は2444 hour トランジットエリアというサインを追って右へ移動します。以前はこの突き当たりに出入国カードがあって各自記入してカウンターへ向かったんですが、今回は奥矢印のところに係員がいて出入国カードをくれます。そして指紋採取の機械にパスポートをスキャンして出てきた紙と一緒にカウンターへ向かいました。指紋採集の機械はパスポートをスキャンしただけなんですが、前回入国の際に指紋取られたのでその記録が残っているのかもしれません。入国審査では上半分入国用を取られ下半分出国用を返してくれます。前回1個しか空いてなかったカウンター、今回4つも空いてました。あっという間に入国終了。上海ではビザフリートランジットによる外国人受け入れ体制完全整った感じです。はい、一旦止められてちょっとドキッとしましたがビザもらいました。ただいま5時27分。はい、それではマグレブに乗ってユーガーデンへ行きたいと思います。5時間で上海の夜景堪能し、美味しい小籠包を食べてきました。ここでは簡単なハイライトをお届けしますが、別の動画ですでにアップしてますので、ぜひそちらもご覧ください。みんな写真撮って大変。うまみがすごい。席帰れないかなと思ったらやっぱりいっぱいでダメって言われました。なんかいっぱいこの時間いろんなとこ行くフライトありますね。まだ中国東方航空、仕方ない。ど真ん中席です今日は。ガラガラです。あっという間に出国終了。お店も遅いんで閉まってるところが結構多いようですが、免税店とかちょっと空いてます。まだ知人に日本のタバコを頼まれたんですが、ネットで調べたら上海でも売ってるということでこっちで買ったんですが、日本よりちょっと安かったです。もう11時なんでさすがにお店も閉まってますね。やっぱり随分復活した感じですね。はい、少しずつ上海プルドン空港も活気を取り戻してきているようです。11時でこれだけ人がいますからね。日本からの直行便はこんな感じでロシアの上を飛べませんので、日によって14時間から最長15時間ちょっとかかります。偏西風に逆らうので西に向かう場合は1時間ほど長いフライトとなります。なんとなく中国っぽい色合いの機内食が出てきました。豚だったかな。なかなか美味しかったです。面白いことにロンドンから日本へ向かうときはオンラインチェックインできたんですが、帰りの便はなぜかオンラインチェックインできませんでした。席の予約だけはできたんですが、上海ロンドン間の通路際の席はすでになし。ところがなんと通路際の乗客が乗ってこなかったんですね。通常ありえないですね。ラッキーです。2回目の機内食は見た目を全く気にしない盛り付け、そして一見パッとしないソーセージライス。これがうまいです。前回羽田便で美味しかったんで今回も期待してたんですが、やっと出ました。そして今回もまた食べ終わった後にパンが出てきました。そ
そろそろロンドン到着、バトンガール登場の時間です。6時40分到着予定でしたからほぼ定刻です。中国東方航空は席の事前予約ができなかったりオンラインチェックインができなかったりで、チェックインの際にも随分並ぶことがあるという難点がありますが、乗り継ぎ便とはいえロシア上空を飛びますから飛行時間が短い、食事サービスも悪くない、なんといっても安い、おまけにビザフリートランジットを利用すれば上海観光も可能ということで、ちょっと欲張りな方、またコスト重視の方は絶対に買いです。もう 7,8 分で抜けちゃいました。入国終了。あと荷物取って列車乗るだけです。自動ゲート使えない人は20分ぐらいかかってたみたいです。面白いですね。私が乗ってたフライト1番と2番両方のコンベアベルトを使って荷物が出てくるんです。こんなこと初めてですね。本当に1番と2番両方から出てきてますよこれ。はい、みんな右のコンベアベルト、左のコンベアベルト両方チェックしないといけないんで忙しいです。ガトウィックノースターミナル到着すると狭くてちょっと分かりにくいんですが、列車利用の場合は南ターミナルへ移動しないといけません。エレベーターまたは階段で上へ上がってください。シャトルは無料。南ターミナルへ移動します。ガトウィックの駅は南ターミナルに併設されています。ここからロンドンビクトリア駅までガトウィックエクスプレスという直行便および普通のローカル列車も利用可能です。大して時間は変わらないんですが、ガトウィックエクスプレスを利用すると22ポンド90、ローカル線を利用すると時間帯によっては半額以下10ポンドちょっとで利用することもできます。ガトウィックエクスプレスはロンドンビクトリア駅まで30分、ローカル線を利用すると40分、シティと言われるビジネス街方面へ行く場合はテムズリンクという列車を利用してこれまた30分で行けます。チケットを買ったらモニターを見て列車、そして何番プラットフォームから出発するかを確認します。はい、飛行機到着して約50分で駅にやってきました。ロンドンビクトリア駅の列車が入ってきてます。それから43分発、1個目で降ります。2個目か。当分は西側の航空会社はロシア上空飛べないと思いますから、しばらくの間は中国の航空会社にお世話になることになりそうです。何かとスムーズにいかないことも出てくるかもしれませんが、コスパ重視なら中国の航空会社絶対に買いです。